皆さんこんにちは。日本語ラーニングのゆうたです。この動画ではお店についての日本語を勉強しましょう。お店についての日本語を勉強しましょう。それじゃあスタート。本屋さんにはいろいろな本が売っています。本屋さんにはいろいろな本が売っています。小説とか雑誌とか漫画とかいろいろな本が売っています。皆さんは本屋さんに行くのが好きですか？皆さんは本屋さんに行くのが好きですか？僕は本屋さんに行くのがとっても大好きです。本屋さんに行くのが本当に大好きです。本屋さんに行ってよく立ち読みをします。立ち読み。立ち読み？立ち読み。立つ？読む？立つ？読む？立ち読み。立って読むことを立ち読みと言います。僕は本屋さんでよく立ち読みをします。面白いなこの本。立ち読みをします。立ち読みをして面白い本だったら買います。面白い本だったら買います。本屋さんでは新しい本を売っています。本屋さんでは新しい本、きれいな本を売っています。でも古本屋さんでは古い本を売っています。誰かが一回読んで売った本、誰かがもう読んで売った古い本が古本屋さんでは売っています。古本屋さんでは古い本を買うことができます。誰かが一回読んで売った本を買うことができます。だから古本は安いです。古本は新しい本よりも安いです。僕は古本屋さんに行くのも好きです。古本屋さんに行くのも好きです。東京に神保町という町があります。神保町という町があります。そこには古本屋さんがたくさんあります。古本屋さんがたくさんあります。僕は本屋さんに行ったりとか古本屋さんに行くのがとっても好きです。だから神保町は僕にとって天国です。天国。とってもいい場所です。ぜひ行ってみてください。スーパーでは食べ物がたくさん売っています。スーパーでは食べ物がたくさん売っています。野菜とかフルーツとか弁当とかいろいろな食べ物が売っています。僕は毎週スーパーで買い物をします。僕は毎週スーパーで買い物をします。僕は料理が好きです。料理が好きなので、スーパーで買い物をするのがとっても好きです。料理が好きだから買い物も好きです。野菜とかいろんな食べ物を見て、こんな料理作ろうかな。これであの料理作ろうかな。考えるのが好きです。だからスーパーで買い物をするのがとっても好きです。スーパーは閉店する時間のちょっと前に行くとお弁当が安いです。お弁当が割引されています。50円引き、100円引き、半額安くなります。だから今日ちょっと夜ご飯作るのめんどくさいな。そんな時は夜にスーパーに行ってお弁当を買います。安くお弁当を買って夜ご飯を食べます。ぜひ日本に来た時は夜にスーパーに行ってみてください。夜にスーパーに行ってみてください。お弁当が安いのでとっても安くご飯を食べられます。おすすめです。カフェではコーヒーとかお茶を飲むことができます。カフェでは
コーヒーとかお茶を飲むことができます。僕はカフェに行くのがとっても好きです。カフェに行くのが大好きです。カフェはとってもゆっくり時間が流れている感じがします。カフェでは時間がとってもゆっくりです。ゆっくり時間が流れている感じがします。だから僕はカフェがとっても好きです。日本にはカフェがたくさんあります。カフェがいっぱいあります。チェーン店のカフェもあるけど、チェーン店じゃないカフェ、オリジナルなカフェもたくさんあります。Google マップでカフェを調べて、ああ、このカフェおしゃれだな。このカフェもおしゃれだな。いいカフェがあったらブックマークします。ブックマークして、土曜日とか日曜日、時間がある時にそのカフェに行きます。そういうのがとても好きです。日本のカフェではスパゲッティをよく売っています。スパゲッティをよく売っています。僕はスパゲッティが大好きです。スパゲッティが大好きです。特にカフェでよく売っているスパゲッティのナポリタンが大好きです。僕はだからよくカフェに行ってナポリタンとコーヒーを食べます。ナポリタンを食べてコーヒーを飲みます。そうすると僕はもう幸せです。世界で一番幸せな人になります。カフェで座ってナポリタンとコーヒーを食べる飲む、最高。一番好きです。ナポリタンは日本に昔からあるスパゲッティの味です。トマト味なんですけど、ケチャップが結構入ってて、僕はとっても好きです。海外の人は好きかどうかちょっとわからないけど、僕はとっても好きです。ぜひ日本に来たらナポリタンを食べてみてください。とってもおすすめです。日本では昔からあるカフェ、レトロカフェ、喫茶店があります。結構街の中にそういう昔からあるカフェ、喫茶店が結構あります。入るのにちょっと勇気がいります。入って大丈夫かな？そんな感じがします。でも入ってみると結構おしゃれです。いろんな昔のものがあってとってもいい雰囲気です。皆さんもし日本に来た時はぜひレトロカフェ、喫茶店に行ってみてください。おすすめです。はい。動画を見てくれてありがとうございます。日本語ラーニングでは日本語を勉強している人たちのために、面白くて楽しい動画を作ろうと頑張っています。日本語を勉強している人はぜひチャンネル登録をお願いします。あとコメントとかいいねもお願いします。それじゃあこの動画はおしまいです。バイバイ。